こんにちは、加藤です。久しぶりになるんですが、解説動画です。初心者の皆さんが立方体を描く際に、それも二点透視図法で描く際に間違いやすいポイント、気をつけるべきポイントについて優しくお話ししていますので、ぜひご覧ください。どうぞ。このホワイトボードを使って解説するのもめちゃめちゃ久しぶりなんですけれども、行ってみたいと思います。まずはね、タイトル。立方体を描く際に、一応立方体っていうのはこれ二点透視ってことにしておきましょう。二点透視図法を使って立方体を描く際の、気をつけるべきポイント、2点、2つに絞ってお話していきたいと思います。どんなことかというと、まず1つ目は角度、そして2つ目は辺の長さ。この角度と長さが適切に決められると、正確な形の立方体が描けます。間違いやすいポイントに絞ってお話していきたいと思います。はい。ではまずね、立方体を描いてくださいって、基礎デッサンにおいて、生徒さんに最初に描かせるの、うちのウニアトリエでも立方体が多いんですけれども、ちょっと簡単な立方体を描いてみますね。こんな感じの立方体に、それらしくね、見えてるかな。こんな感じの立方体をね、テーブルに置いて生徒さんに描いてもらうんですけれども、この時に、気をつけてほしいポイント、間違いやすいポイント見ていきます。結構ね、こんな感じで描かれる方、初心者の方多いと思うんですが、この時に、私はね、ここに着目してほしいなと思ってるんですね。自分に一番近いところはどこかっていうと、この角の接地面、床に置いてあるこの部分、ここが一番近い、自分に近い、正面を向いてる辺だと思うんですね。で、これに対して右の面と左の面と、2面、そして上の面と3面が見えてる。だいたいこのような二点透視で、描こうとした時の立方体ってこんな風に見えてると思います。で、その際に今下にこれ水平な線を引いてみましたが、これがね、自分からの距離です。これ自分から平行に棒みたいなものを持ってきた時に、自分からの距離が同じ時に右の辺と左の辺がどんな風に見えているのか。この角度を気にしてほしいなって言ってるんですね。この角度。で、今描いたこの立方体に関しては、だいたいね、これ左右が同じくらいの角度、どうでしょう、30度くらいですかね。適当ですけど、同じくらいの30度くらいに描かれていると思います。ね。なんですが、注意してほしいのは、この角、手前の角に対して、向こうの角、後ろの角がどこにあるのか。多分、この立方体を描かせようとしている先生は、この角とこの角が真後ろに来るような、つまりシンメトリーな、左右対称になる、こういう置き方をして立方体を描かせる先生あんま多くないと思うんですね。こういう位置関係ですね。この真後ろにこっちの角が来るっていうね。これってどういうことかっていうと、立方体を中心に描く人が、いろんな方向から見て立方体を描くことができるわけですけれども、この360度ぐるーっと立方体を囲んで描こうとしたときに、この角とこの角が一致する位置に見える点っていうのは、ここから見た人、あとここから見た人、そしてこの逆から見た人、360分の4っていう確率で、めちゃめちゃレアなちょうど真後ろにこの手前の角に対して後ろの角が来るっていうのは超レアなケースだと思うんですよ。同じように、例えばこの辺の立方体のこっちの辺の真正面から、ここから見て描くっていう場合も、正面の真正面、例えば後ろがこういう風に見えると思うんですね。これだと、一
点透視図法と言われるこの真後ろに1箇所だけ消失点が来るような、一点透視図法って言われる形での立体表現になると思うんですが、今回2点透視図法なので、この立方体の真正面はちょっと置いといて、斜め横から、3面が見える位置で描こうとしたときに、360度あるうちの4箇所のみ、ピンポイントで360分の4っていう、レアな確率になりますので、なかなかこの真後ろに来る位置っていうのは、描く本人が意識的にその位置に自分がですね、椅子の位置をこうずらして、ここに来ないとそう見えません。はい、ちょっと前置き長くなりましたが、そんなわけで、大体どちらかが、この点に対して、ちょっと右側にずれてるとか、左側にずれてるとか、手前の角と奥の角っていうのは、ちょっとずれた位置に見えていることが多いと思います。例えば、こういう位置関係ですね。ここに対して、ちょっと右にずれてるとか、逆に手前の角に対して、後ろの角が左にずれてるとか、こういう見え方ですね。手前の角と後ろの角の位置関係。これをね、気にしてほしいと思います。で、今最初に、この手前の両方の角度が大体同じなのに、後ろの角の位置がちょっとずれている。これって変ですよっていうあたりを今日は覚えていってほしいんですね。理解できるようになってほしいんですね。ちょっと消しますね。どんな風になっているかというと、手前の角に対して後ろの角がちょっと右側にずれている。これで言うとこのくらい右側にずれている。つまり右側の面の方がちょっといっぱい見えている。こっちの面が。そして左側の面がちょっと少なく見えている。このずれている分だけですね。これをね、もうちょっとちゃんと説明しましょうね。真上から立方体、立方体がこんな風に置かれていて、この真正面よりも描く人がこっち側に座っていて、こうモチーフを見ると、こんな風に見えます。右の面がいっぱい見える。左の面がちょっとしか見えない。この位置に座ると、左右がこう対称、右と左が1対1に見えるんですけど、正面よりもちょっと右側から見ているせいで、右の面がいっぱい見えています。こういうことですね。なのにもかかわらず、この角度が同じってなると、違和感が出てくるんですよ。この角度です。右の辺と左の辺が、自分から見たときに同じ角度には見えていないはず。そんなわけで、これが手前の角と後ろの角が、今回みたいに右に後ろの点がずれていた場合は、右の辺がいっぱい見えている。いっぱい見えているっていうことは、水平な線に対して、さっき30度とか適当なこと言いましたけど、ちょっとね、角度が寝ているんですね。下にちょっと水平に下ろしました。そして左側の辺がちょっと立っている。角度が起き上がっている。こっちとこっちが同じ角度ではなくて、こっちはちょっと寝ていて、これあんまり立ってなかったですね。ちょっと立っている。これで左右のちょっと違いができたかな。こっちが少し寝ていて、こっちが立っているっていう場合に、こんな風な、こんな感じですかね。こんな感じの立方体ができます。はい。なんとなく立方体らしくなったでしょうか。もうちょっとここ足しておきましょう。こんな感じ。で、ここよりもこれだけ右にずれているせいで、右の面がいっぱい見えてる。右の面がいっぱい見えてるってことは、この角度がちょっと水平に近い、浅い角度。その代わり、
左側の辺は少し立ち上がって面積もちょっと少ししか見えていない。これさっき言った立方体を真上から見た時の立方体を自分がどこから見ているのかによって右の辺と左の辺のこの面積が変わってくるっていうことにつながります。そしてこの2つの角度は、右の角度とこの左の角度は自分から平行にずっと右と左のこの長さが一緒の平行な、棒みたいなものを、置いたときに、こっち側の角度とこっち側の角度が、左右が違って見えているということになります。はい、ここまでよろしいでしょうか。気をつけるべきポイントは、手前の角、後ろの角、どっちにずれてるかによって、この水平なものを当てた時の左右の角度が違って見えるっていうこと、これに気づいてほしいっていうのがまず1点目。1点目、角度について。角度気をつけてください。左右が同じじゃないんですよ。右の面がいっぱい見えてるときは水平に近づいて、面積的に少なく見えてるときは角度が立ち上がってますよ。ちなみにこれ見えない裏側を想定して、もしこれが透明な立方体だったらどうなってるのかなって、こういう補助線というかね、見えない向こう側を想定してみると、手前のこの右の面に対して裏側の面、対応する面はここの部分です。この四角に対応するのがこの四角。左の面、この四角に対応するのがこの四角。そんな風に見えない裏側も補助線引いてみると、立方体がきれいに描けているかどうか判別しやすくなります。はい。で、次に、今一緒に説明しちゃいましたけれども、2番目は長さ。長さどういうことかっていうと、水平に近くなると結構これ長いです。つまり高さに対して高さと同じよりもちょっと短いんですけれども、つまり真正面から見た立方体はこれが1対1になります。高さ1に対して横も1、これが一緒なんですが、これを斜めから見たせいでこれを1と考えたときに、この長さは1よりも同じ長さよりもちょっと短く見えています。斜めから見てるせいで1対1よりも、ここら辺が1ですかね、1よりもちょっと短く見えている。同じようにこの左側の面は角度が急に立ち上がっているので、右の面よりもより短く見えています。この面は角度が立ち上がれば立ち上がるほど短く見えます。長さは水平に、この辺が水平に近づけば近づくほど、これが水平になったら1対1になります。正面から見た感じ。でもこれが立ち上がっていくと、徐々にこの長さに対して長さが短くなっていきます。はい、ここまでいいでしょうか。ちょっとね、極端な図も描いてみましょう。ほぼ正面から見た立方体を描くとこんな感じになります。ほとんど正面から見ているので、この奥行きの長さがほぼないんですね。ここの左の辺ね。こんな感じの立方体に見える場所も中にはあります。水平なものを当ててみると、ほんのちょっとだけ角度がついている。この高さに対する長さもほとんど一緒。ちょっとだけ短い。1対90、95% くらいですかね。そういった時は、このね、奥行きがね、本当に薄っぺらく見えるんですね、ここね。これが薄っぺらく見える。こんな見え方をする場面もあります。ね、この急激な角度と、この緩い角度と、立方体をどこから見て描いているのかによって、こんな風な見え方する時もあります。はい、今日の説明では、立方体を描く際に
この水平なものを当てた右側の角度と左側の角度と、角度が変わるとこの辺の長さが変わりますよっていう説明でした。はい、今日の動画は以上になります。何かご質問とか、ここの部分ちょっとよく分かんなかったなっていうことありましたら、コメント欄に遠慮なく記入してください。また補足説明をしたいと思います。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのようなデッサンを描く際に困りそうなポイント、気をつけるべきポイント、こんな風に考えると形取りがうまくいきますよっていうポイントについてお話しています。この動画が役に立った、良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。